わー、はい、11月26日私たちテレビ NHK の朝一出演しましたね。楽しかったですね。はい、ちょっと今日はねその裏話というか少し細かいところ補足説明させていただければと思います。はい、肩こり、頭痛、めまいの原因、首の不調改善スペシャルというものでした。寝ている時のあるもの、これのこりを改善しましょうというのがメインテーマ、私たちが取材を受けたメインテーマですけれども、キーワードなんですか？筋膜ですね。はい、筋膜ですね。筋膜、英語でファッシャ。ファッシアね、何回も言ってると慣れてきますね。はい、ファッシア、このファッシアがキーワードとなって、このこりやさまざまな体の不調、首の不調を改善することができる。でもそれって日中のファッシアのこりほぐしだけではなくて、夜も夜で大事ですよっていうお話でした、ね。高平教授はもともと私たちのこの枕の高さの考え方っていうものにとても共感いただいて、枕って大事だねっていうお考えをお話しいただいています。で、今回もその高平教授がファッシアのこりをほぐすための体操、ストレッチをなさって、どんなに日中いいことをするとファッシアが軽くなるか。でも一方で夜寝ている時にもし、寝返りもしないでがっちり固まって寝ちゃう、不適切な枕や寝具を使って体が動けない、そうなると朝起きた時からもうガチガチにまたファッシア固まってしまう。だから寝てる時に何が必要？寝返りですね。そうですね。スムーズに寝返りが打てる、体に負担がかかんなくて寝返りが打てるってことは大事ですよっていうことで、私たちにこの撮影の機会を回してくださいました。はい、もう本当にこのいいお話となった。私たちもある意味このファッシャという観点からも寝返りや枕のことを考える良い機会となりました。じゃあファッシア、はい、筋膜ファッシアの構造というところをお話したいと思うんですよね。ちょっと手貸してもらいます。はい、こう手ね、表面、これ表皮、本当の毛生えてます。毛生えてるところの表面、表皮と言います。はい、その下に、真皮っていう層があるんですよ。皮膚一枚のすぐ下、真皮。はい、その下に皮下組織っていうのがあって、脂肪とかありますね。その層のもう表面には線筋膜っていう浅いところにある筋膜があるんです。で、皮下組織のすぐ下、脂肪と今度筋肉の間に心筋膜、深いところの筋膜があります。で、そのまず真下にまた筋外膜っていう膜があります。名前覚えなくていいです。で、さらに今度動かした時の筋肉動いてますよね。この筋肉、この筋肉の、周り、中に筋繊維っていう繊維が一本一本筋があるんですけど、それをまとめて束になっていて、その周りに今度は終膜っていうのがあります。で、一本一本の線の周りには筋大膜っていうのがあります。何を言いたいかっていうと、要はたくさんの筋膜構造があるんですよっていうことを覚えておいてほしいんですよ。なんか皆さん動かす、二頭筋動かす、この筋肉の周りにだけボコってあるように思うかもしれないけど、すごく小さな単位から大きな単位まで、筋肉のあらゆるところ、一本一本の繊維から束から、その周りの層から全体の層までたくさんの筋膜が何段階にも分かれてあるということをちょっと覚えておいてください。なぜそれが大事かっていうと、その筋膜が非常に水分に満ちて滑らかに柔軟に動いてる時はいいんです。でも一番その筋膜ファッシアが弱いのは固まっちゃうことなんですね。要は
パソコンに向かって固まってる、何もしないでじーっと YouTube テレビ見ている、体が固まることによってこのファッシアの柔軟性が失われて硬くなってしまう。それがこりなんです。はい、このこりを取るためにはどうすればいいか。固まる逆ですから動かせばいいわけですよね。じゃあ日中はいいです。日中は体操しなきゃ、ストレッチしなきゃ、動かしますよね。だけど寝てる時どうします？っていう時は動けないですね。動けないですね。はい、何が要ですか？枕。寝返り。寝返りです。寝返りです。寝返りをしないと体が固まっちゃう。せっかく日中にストレッチしても夜寝てる間にガチーって固まっちゃいけないので、寝返りっていう生理現象が必要なんです。一晩に何回寝返りしますか？はい、20回ぐらい打ちます。そうですね、だいたい20回前後と平均値は言われてますが、かなり個人差も大きいのでね、一人一人違いますけれども、その大事なことは回数ではなくて、回数ではなくスムーズさが大事です。スムーズさが大事です。そのためには枕。はい、じゃあ枕してみましょう。どういうふうに動けますか？コロンコロンコロン、学校のチャイムみたいですけど、このコロコロ動けるとですね、結局眠りも深いまんま知らないうちに寝返りが打ててるっていうことができるのが最高の状態。この状態に持っていけるのは高さのあった枕なわけです。ですので今回この朝一の中でお話したのは、寝てる間せっかく日中にほぐしたファッシャ筋膜を硬くしないためには寝返り、そして寝返りのためには枕、高さを整えることが大事ですよっていうことをお話しさせていただきました。もう本当に私たちも楽しい撮影でしたし、多くのこの肩こり、頭痛、めまい、さまざまな首の不調に悩む方に朗報となったのではないかと思っています。北里大学の整形外科高平教授、ご出演お声をかけていただいて本当にありがとうございました。そして多くの患者様、視聴者の皆さんがこの有効な情報を使って肩こりが取れることを心から願っています。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。